皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方プロジェクトの旧作から現在まで登場した全乗り物19選について解説しますよ。へえ、幻想郷というと江戸風な街並みからあまり乗り物が少ないイメージだったけどそんなにもあるんだ。そうなんです。非常に面白い乗り物ばかりなので知らないともったいないですよ。一体どんな乗り物があるのか楽しみにしていてくださいね。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに紹介するのは、東方旧作で登場したゲンジーです。ああ、知ってる。東方旧作5段までハレイムは自力で空を飛べなかったから、亀であるゲンジーに乗って飛んでいたんだよな。昔からの知り合い的な感じなのか？実は空飛ぶ亀をかっぱらい飛んでいました。旧作初期の頃からファンキーすぎでしょ。その後旧作最終作である怪奇団までで続けたレギュラーキャラ。ただしセリフ付きで登場したのは風魔録のみ。それほぼパシリやないか。長く生きたことで様々な能力を身につけた亀。飛行船という術を身につけた年老いた亀で、当時はまだ自力で空を飛ぶことができなかったレイムの乗り物として活躍していました。レイムといえば空を飛ぶ程度の能力だけど昔はなかったんだ。この能力は一見名前を聞くと、空を飛ぶだけって思ってしまいますが、実はそんなことはなく、無重力を操る能力、地球の重力も、いかなる重圧も、力による脅しも、彼女には全く意味がないのです。スペルカードなしではレイムを倒す術がないらしいな。またレイムにご主人様とも呼ばせていたりとなんとも扱いがきついですね。ただ、レイムを叱咤して先を進ませたり結構コミカルな常識亀だったのです。ちょっと扱いのひどい亀さんですが、ミマ様をミマ殿と呼んでいて、ミマもゲンジーのことを知っているようで、ミマ様ファンからはなかなか貴重な情報者。現在はズンさん曰く、神社の横の池でひっそりと暮らしているのではとのこと。今でもちゃんと存在するんだ。ということは、旧作と印版は繋がっている可能性も全然ありえそうだな。そして旧作の乗り物といえばイビルアイシグマ、戦車技師、理科の作品の一つです。全く戦車に見えないんだが、完全にカービィの02しか見えませんよね。戦車ではなく天使の輪とコウモリの羽を持つ歯を施した目玉に見えるのですが、理科本人が言うには戦車らしいです。このイビルアイシグマは旧作の一つ、東方風魔録に登場しました。ステージ1では逃げて追撃してきたレイムをこの戦車で迎撃するつもりだったのですが、空振りに終わったとのこと。同作の一面ボス兼エクストラボス。珍しいな、一面がエクストラを担当するなんて。理由は不明ですが、ミマが引き起こした異変に協力した人間の戦車技師です。イビルアイとは日本語のジャガンに相当する英語。イビルアイの力を舐めるなよ。名前につくシグマは18番目のギリシア文字。アルファベットでは S に相当するのです。へえ、ギリシア文字だったんだ。もちろん弾幕勝負では自身が制作したこのイビルアイシグマに乗り込んで戦いを挑んでくるのですが、めっちゃ怖い。また、一面に登場するお化けのような敵のバケバケは全て理科が作ったらしいです。他の作品でも出てくることを考えるとすごい技術士だな。その他、水中に潜む砲台なども見られ、ズン氏によると理科は天才少女とのこと、語尾にナノデスをつけるのが特徴なのです。そうなのですか。横に動きながら目玉の部分から弾幕を放出し攻撃をします。模倣の滅罪のテラ印象、パジェストバイフェニックスに似た弾幕を放ってくるんですよ。それは何か秘密があるのかもな。次は岡崎ゆねみの可能性移動線。大学で比較物理学を教えている教授。珍しく年は18と判明していて、若くして教授になりました。大学生で賢い、服装がレンコに似ていることから繋がりがあるのかもです。これ何か絶対あるよね。頭が良すぎて、教授は学会で統一原理に当てはまらない魔力という力が存在する非統一魔法世界論を発表したところ、思い切り笑われ相手にされなかったのです。そこで、学会への復讐と自説の裏付けを取るために、自由理と共に設定では幻想郷に行くために、可能性移動船という船で来たようです。操縦者はセーラー服を着たちゆりだろうね。そしてミミちゃん、夢時空エンディングでマリサが弓からもらった ICBM。ICBM とは他の大陸にまで届くミサイルのことだぜ。ってミサイルをあげたのかよ。エンディングを見ると、マリサを乗せて飛行していました。顔が描かれていて、声も発することができキューンと鳴くのです。めっちゃ可愛い。元ネタは長野のりこ先生の見捨てないでデイジーに出てくる ICBM。そっくりというかそのままやないか。さて、ここからはウィン版に入って、東方の乗り物を代表する霧雨マリサのほうき。マリサというと、作中で空を飛ぶときはいつもほうきに乗っているよな。魔法のほうきは彼女が勝手に魔法使いに必須だと思って使っている乗り物ですよ。しかし初めはただの竹ぼうきだったのです。へえ、マリサのほうきはもともと竹ぼうきだったんだ。振り回しつつ魔法を使っているうちに影響を受け奇妙な成長を始めたほうきです。東方格ゲー作品では気象では他のキャラと同じくほうきなしで宙を飛んでいて、また東方妖精大戦争でもほうきに乗らずに登場していることから特にほうきが必要なわけではないようですね。ちなみにマリサが長いこと魔法の媒体に使っている影響で、成長したり歯が生えていますよ。竹の笹だから四季様が好んで食べに来そうだよ。四季様派パンダではありません。次は漫画東方暴月賞にて
冷戦が使った月の羽衣。冷戦はもともとは月で餅をつく役割についていたんだよね。そう、これは浄化の食材のために行われる儀式的なもので、延々と続く無意味な単調作業に嫌気がさし、その時にこの月の羽衣を使用して地上に逃亡しました。月から地上に行けるなんてすごい優秀な羽衣だな。しかしスペースデブリに衝突することもあり結構危険な賭け。月人にとっては玉兎が使う原始的な移動方法とされています。しかしナビゲーション機能もあるらしく、住吉ロケットには保険としてエイリンが月の羽衣の切れ端を貼り付けていました。そして東方防月賞といえば、コウマ艦組が作った住吉ミロケット、レミリア・スカーレットの命の下でパチュリー・ノーレッジが建造しました。昨夜もパーツ集めにかなり手伝っていたよね。外観は建造のパチュリー曰く、推進力の住吉さんの力を借りるので神社の衣装を散りばめてみたとのこと。見た目は冷戦曰くこんなロケットで月まで行けるはずがないと言っていましたが、エイリンはほぼ完璧と言っていますね。ここのやりとりすごく好き。それにしてもエイリンがベタ褒めはすごいな。このことからもパチュリーの秀才さがわかりますね。このように外見は和風テイストになっていて、侵入されないように魔術的な仕掛けをしていて、普通にドアノブを触ろうとすると真っ黒焦げになる仕掛けがあります。レミリアの手が真っ黒焦げになったけど平気な顔ですぐに再生していて吸血鬼の身体能力の高さがわかる貴重なシーンだぜ。内部は冷暖房、水道が整備されているだけではなく、リビング風のスペースにはソファやタンス、ユリース、寝室らしきスペースにはベッド一式、キッチンとおぼしきスペースにはコンロや調理器具など、内装に限っていけば外の世界における宇宙船というもののイメージとはかけ離れた、生活しやすそうな空間となっています。しかしせっかくいいコンロがあるものの残念ながら油のストックを花壇に入れっぱなしで切り離したことでなくなり、急遽マリサのハッケロで代用することに。あのハッケロがコンロ代わりに。レミリア、サクヤ、メイド3名、レイム、マリサの計7名が長期間も乗っていることからも居心地は良かったようですね。最後の方はレミリアがイライラし始めていたけどね。次は川城に鳥のプロペラ、東方プロジェクト第10弾東方風神録にて初登場した妖怪の山に住むカッパ。川の便利屋さんなら何か面白いもの作ってそうだな。現在確認されている道具は写真機、電話機、計算機、シリコ玉をきれいに取り出せる道具のシリコ機、掃除機、そして前回紹介したアドバルーンなどがありますね。彼女のリュックや服のポケットにはありとあらゆる種類の工具、材料、燃料、謎の物質が詰まっています。乗り物かどうか怪しいところではありますが、リップからプロペラが飛び出して空を飛ぶことが可能ですよ。タケコプター顔負けやん。なかなかスイスイ移動できるので性能がかなりいいのでしょう。ダッシュ攻撃でも利用していて、プロペラ部分を当てに行くというなかなかの強気な技を使ってきます。まさにギッタンにしてやるってことですか。次はひなない天使の要石です。天界に住む天人で、ひなない一族の娘。天人は、仏教で天界に住む人。天界は六道中の最上位で、天界の中の最上に位が非相非非相天。なるの一族は自身を司るアマンと大村守に仕えていた地上の神官で、多忙な大村守から幻想郷の自身を任されていました。幻想郷の要石を守る役目を担う神官であるその名居の一族に仕えるのがひなない一族だったのです。へえ、そんな裏設定があったんだ。ちなみに天使が初登場する非相天のストーリーも解説しているから気になる方は後で見るといいぜ。神社の用意師とは違い、埋まるどころか空中に浮くことができます。その真の能力は、大地に刺すことで自身を沈めることにあるのですが、思念で自在に動く空飛ぶ岩であるため汎用性は高く、格ゲーでは飛ばして相手にぶつけることも可能です。憑依花では元ネタの孫悟空が均等運を乗るかのように乗っていますね。とんでもなく便利な石だな。そういえば用石って何なの？要石とは神社に祀られる、その大半が地中に埋まっている石です。茨城県鹿島市の鹿島神宮と千葉県香取市の香取神宮のものが著名ですね。江戸時代になると大地に潜った大ナマズが地震を起こすという話が、ルフシ要石は大ナマズを沈める巨岩であると言われるようになったのです。また石から夜な夜な陰陽と鳴くんだとか。それ魂魄用ムカミカルゲのどっちかだね。次は精錬船ですね。伝説の僧侶の法力によって飛ぶ蔵を、とある船幽霊の彫刻のために改造した、空飛ぶ船。もともとは、聖白蓮の弟である妙蓮の法力が込められた火蔵だったのです。へえ、白蓮の弟が作ったものだったのか。精錬船のストーリーでは春先から空を飛ぶ宝船を見たという噂で持ちきりでした。船長は船幽霊の村佐南光、霊夢たちが侵入しても気づかれないあたり、非常に広く大きな船でしょう。それは夢のような船だな。ぜひとも乗船したいぜ。東方蜃気楼でついに詳細な外装が登場。外見は木造の大型帆船で一本のマストが立ち、帆には大きく宝の旧字体の宝と書かれていますね。なかなかシンプルでかっこいいよ。これは霊夢たちが宝船と間違えるのも無理はないですよ。ちなみに強欲異分
文では村佐が船に乗っていますが、こちらも木造、詳しい詳細は分かっていませんが、この船の上で戦闘が可能となっていますよ。空飛ぶ船ということでこの船は精錬船であると認識されがちですが、実はこの船が精錬船かどうか書かれていないので注意。蜃気楼の精錬船は浪速の海の時空間に展示されていた浪速丸に外観がそっくりなんですよ。その浪速丸ってどんな船なの？浪速丸は大阪市制100周年の記念事業として、大阪市が建造したものですよ。上方と江戸の海上輸送を担った重要な存在であり、江戸時代の上方文化と経済の象徴とも言うべきものですね。平安時代に大型の檜垣海戦が作られていたとなれば、時代を500年以上も先取りした超未来テクノロジーとなり、いかに樵倉と妙蓮の砲力がすごいものだったのかがわかりますね。おお、白蓮の実の弟はそんなにもすごい僧侶だったのか。弟の死によって白蓮が死を恐れるようになるほどですからね。ということで次の乗り物は聖白蓮の生かしたバイク。まさかのライダー僧侶。そういえばなぜ白蓮がバイクに乗っているんだっけ？東方神秘録では口伝えで内容が変化するたびに、怪異そのものも変化するという特徴があったのです。つまり怪異を具現化することができるってことか。その取り込んだ怪異がターボババー。もちろんでございますが、ターボババーは高速道路を走る車を自らの足で追いかける老婆の怪異なので注意してくださいね。まあ実際におばあちゃんなんだがな。それにしても白蓮ほどバイクが似合うキャラはいないよね。リアルでも駐車場のないあるいは足りない檀家に容易に訪問することが可能なので、バイクを活用している僧侶は多いので結構相性がいいのかもです。いる、お坊さんがバイク乗っていてめっちゃシュールで好き。また白蓮は身体能力を上げる魔法を得意とするため、呪文を唱えることで飛躍的な能力を得ることからこのオカルトになったのだと思われますね。しかしゲーム中なら白蓮の場合普通に走った方が早いとマミゾウから突っ込まれています。白蓮お茶目すぎでしょ。さらにちゃんとライダースーツを着用していたりとかなりバイクがお気に入り。また白蓮はスタイルがいいのでライダースーツになると非常にセクシーなんですよ。このプチプチ感は行くと競い合えるね。白蓮のバイクの車種はおそらくオンロードバイクのクラシックですね。風避けのカウルなどを装着していないシンプルな構造のバイクだよな。そうそう、シンプルな白蓮らしい黒のデザインがマッチしています。そして次の乗り物は物部太のお皿と岩船。お皿ってどういうこと？古代日本の豪族物部氏の司会船、蘇我の氏で亡霊の蘇我の閉じ子と共に、豊里耳の巫女に仕えています。太は豊里耳の巫女と共に、表向きは仏教を奨励して民を治めつつ、自分たちは道教を信仰して、司会船となり後の世に復活する計画を進めていました。司会船になるために使用したのが太が武器として使うお皿だよね。そんなもののベ太のスペルカードで天賦雨の岩船というのがあり、船乗って時期の弾幕をかわしながら矢を打つという珍しい弾幕を使ってくるのです。岩船とは大阪府交野市にある千神社のご神体雨の岩船から、大阪府を流れる天の川の渓谷沿いにあって、高さ12メートル、長さ12メートルの船の形をした大岩ですね。この船は刺身に使う船盛りの土台を意識して作ったと寸志は語っていますよ。さすがはビール神。ちなみに岩仙神社は古代における当社の祭祀は逃げ早日命の子孫である物部氏によって行われていました。だから物部太が乗っていたのね。また格ゲー作品の勝利シーンではお皿に乗って空を飛ぶこともできることが判明しました。シュールすぎてやばい。次の乗り物は茨城河川の鷹です。河川は他の仙人同様に妖怪の山に住んでいて、彼女は山に大きな狩猟場を構えています。霊夢のことを気にかけ色々とお説教してくれるいいお姉ちゃん的存在。河川に日頃の悩みを聞いてほしいよ。マリサさん、私が悩みを聞いてあげますよ。あんたのことでだよ。しかし仙人ながら甘いものが大好きで、たびたび団子やのお団子を食べています。彼女の能力は動物を導く程度の能力。能力は長らく不明でしたが、一人者のキャラクター紹介欄に能力が書いてありました。漫画ではこの能力で鷹の上に乗っていたり、東方神秘録では鷹の足を掴んで飛行して、蹴りをお見舞いするという技も見せていますよ。鷹に乗って攻撃なんて超かっこいい。そして次は宿儺神妙丸、一寸法師の末裔の商人、今回の異変の実行犯、過去のことを知らないため、もともとうちでの小槌の存在を知らなかったのです。天のサグメから生まれたとされる天の弱の聖者に異様に使われたんだよな。ちなみに初代一寸法師が鬼を退治し願いを何でも叶えられるという鬼の秘宝うちでの小槌を手に入れ、姫と大きな体を得たのは伝えられている通りです。見た目としては薄紫色のショートヘアにお椀の蓋をかぶっていますね。ご覧の通り一寸法師のようにお椀を船にしていますよ。お椀の中に入り長身を武器に戦うスタイルのため、一部では発売前から世界一可愛い味噌汁の具とネタで言われていました。確かにすぎる。逆に可愛すぎて食べちゃいたい。格ゲーではお椀の船を針の剣で貝のように書いて空中を進み、船で水つながりだからなのか光る魚型の玉を出していますね。次は宇佐美すみれ子のパンダカー。東深見高校に所属する女子高生で、校外無学年は1年、人知を超えた現象を起こす超能力者で、
非公認オカルトサークル飛風クラブの初代会長を務めていました。同じく飛風クラブに所属する宇佐美蓮子とは同姓ですが、関係はわかりませんね。東方プロジェクト最大級の謎だよな。スマホを愛用していてかなり現代っ子です。ちなみにそっくりな蓮子は常に本を持っていて対照的になっていますよ。そして、彼女の技の一つにお金を入れると数分間運転して遊べる、昔懐かしの子供向けの乗り物パンダカーで攻撃してきます。古い遊園地やデパートの屋上なんかに置いてあるよね。よくよく考えてみたらかなりシュールな乗り物ですよね。四季様は好んで乗っていたとか、それについて白露です。なんでパンダカーなのかというと、パンダスミレという花から来ていますね。だからパンダだったのか。これは面白い裏設定だな。次はドレミーのおそらく無根。無根が乗り物ってどういうことなんだってばよ。彼女は夢を食べるバクであり、夢の世界に住んでいるのですよ。すべての生き物の夢は根底で繋がっていて、夢を利用すれば様々なことが可能となるのです。そのため彼女は、夢を悪用されないように管理している偉い人。また彼女はドヤ顔みたいなドレ顔が有名。似た後見るじとめのような目、逆三角形の口からなるドヤ顔のような、なんとも言えないこの表情がドレ顔と呼ばれるようになったんだよね。そういえば、ドレミーがいつも持っているあのピンク色の物体は何？手に持っているピンク色のあれは、無根とズン氏のインタビューで判明しました。へえ、あれって夢の塊だったのか。憑依花ではおそらくあの夢根を玉乗りのように乗り攻撃してきます。やーん、可愛すぎる。ピエロっぽい見た目だからか玉乗りにしたのでしょうか？そして次は頼神ジョーンが呼んだタクシー。頼神シオンの双子の妹。名前の由来はおそらく、ハルジオンとそっくりな雑草である姫ジョーンからですよ。その正体は泣く子も黙る疫病神で、東方憑依花で起きた完全憑依異変の黒幕なんだよね。疫病神ではありますが、姫ジョーンの花言葉は素朴で清楚という見た目で見ると麻薬の花言葉。姉は貧乏神でありまさに最強最悪のコンビですね。このシオンはプレイヤブルではジョジョのスタンドのようについているよね。勝利シーンはタクシーで姉のシオンを引くという非常に面白いもので、東方では珍しく自動車のタクシーが登場します。幻想郷にタクシーなんておそらくないので結構謎な車両。確かによくよく考えてみたらかなり不思議なタクシーだよな。ということで、ラストに締めくくる乗り物は八雲ゆかりが召喚した電車。幻想郷のサイコさんで亜球からは妖怪らしい妖怪とのこと。稲葉邸と同じくヒエダーはじめ著の初代幻想郷演技の編纂が開始された1200年前から存在が確認されています。さすがは迷いの竹林の長老なだけあってちゃんと邸の確認があるんだな。もし野球の障害について知りたい方はこちらをどうぞ。ゆかりは1日22時間眠り別に冬眠もするのです。これは幻想郷演技によると長く生きた妖怪は、あまり動かない傾向にあるらしくそれの延長でしょう。また生前の西洋寺ゆゆ子を知っています。長く生きているだけあり交友関係も広く、ゆゆ子の他に東方水無双で登場したスイカとも友人だよね。ゆかりの能力は境界を操る程度の能力。もともと東方ヨーヨームでは、主に、あらゆる境界を操る程度の能力と紹介されていました。そんな境界を操る八雲ゆかりのスペルカードである配線ぶらり廃駅下車の旅にて古き良き電車が登場。こちらのスペルカードはゆかりの後方から電車を召喚し、その電車で相手を引くという弾幕と言っていいのか疑問な弾幕。こんなのピチューンどころじゃないしな。ちなみに東方ロスワのゆかりもこちらの配線ぶらり廃駅下車の旅を使用しています。そして、召喚される電車のグラフィックは長野電鉄木島線3500系という実在する車両がモデルなんですよ。へえ、ちゃんとモデルの電車があったなんて知らなかったぜ。このように比べてみるとそっくりですね。また、長野県はズンさんのご実家なので思い入れがあるのでしょう。東方暴月賞コミック第1巻の妖怪宇宙旅行のコメントに、青森のストーブ列車が廃線の危機、幻想入りする前に乗ってみたいという話がありました。そしてスペカナの通り木島線は廃線となっているのですが、車両自体は他線で現役で走っていますよ。2002年に木島線が廃止されたことによって余剰が発生し、一部の非冷房車が運用を離脱したのです。残った車両は N 編成と L 編成が長野線、O 編成が八代線と長野線で使用されました。おそらくこの廃止された電車を盗んで弾幕に使用していますね。こんなにも東方プロジェクトに登場した乗り物があったなんて意外だったよ。幻想郷らしい面白い乗り物ばかりですごく面白かったですね。ということで今回の授業はここまでにします。視聴者さんが乗ってみたいと思った乗り物があれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。